空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日のお話は2019年の1月にお友達4人と伊勢に遊びに行った時の話なんですけれど、一緒に行ったメンバーの中に何回かねこのチャンネルでも名前が出てきているミラクルラルーのふみこさん、ふみちゃんと呼んでるんですけれど、彼女といるとねいろいろ面白い出来事が起きるんですね。だからこの旅でもきっと面白いことがまた起きるに違いないと思って、私はねすごく楽しみにしてたんですよ。案の定いくつか面白いことが起きたうちの一つの話になります。伊勢神宮からそう遠くない場所に海老原の水穴っていうところがあって、別名天の岩戸とも言うそうなんですけれど、そこはねお水がすごくきれいで、鳥もね狛犬もいるんですね。だからそこは神社って言ってる人もいるんですけれど、でもそこの場所自体が本当に風格のある場所で気持ちのいい場所だなと私は感じました。でいくつかね見るところがあったんで、一通り見終わってじゃあ帰ろうってで、4人のうちの2人はもうね先に駐車場の方に向かって歩いてったのが見えてたんで、私も先を急がなきゃと思っていたんですね。でも私は鳥居の方から出ようとして、鳥居の方に行ったら、鳥居の前にいた狛犬さんのところでふみちゃんがね、あうんのうんさんの狛犬の方のお尻のあたりに手をかざして、なんかね狛犬のここあったかいんだけどって言うんですよ。へえと思って私もかざしてみたら本当にそこだけあったかいんですよね。でね、私が行くまでの間ふみちゃんは狛犬のうんさんに呼び止められて話をしてたって言うんですよ。だけどそこに私が加わったもんだから、狛犬さんはねさらに饒舌に語り出したわけです。でもそれはね意識の中の話なんで、そんなの気のせいだって思われる方もたくさんいるとは思うんですけれど、ここからが面白い話なんでぜひ聞いてください。狛犬さんがね言うんですよ。とても誇りを持ってここをお守りしておるって、スンとね済ました感じで言うんですよ。あとね、話ができる人がようやく来てくれてよかったとかね、なんかいっぱいそんなねおしゃべりをしてくれるんですよね。一方的になんですけど。でそれを私とふみちゃんがもうなんかもう可愛いもんだから、そうなんですねそうなんですねって、時間を気にしながらもね笑って聞いてたんですけど、あんまりにもねおしゃべりが続くんで、それじゃあ帰りますって言ってね2人で会釈していこうとしたら、写真をって聞こえたんですよ。もうその次の瞬間ふみちゃんと私が同時にお互いの顔を見合わせて写真って言ってもうね笑っちゃったんですけど、だからね同じ言葉が同時に聞こえていたっていうのは間違いないと思うんですね。でそれで写真を撮りましょうってことになって、私はねちょうどいた場所が正面の場所だったんでそのまま写真を撮ったんですけど、もうねシュッて済まして気張ってね写ってる感じが見えて、もうほんと可愛かったんですよ。でふみちゃんはね後ろの方からなんか撮ってたんで、そしたら前からって狛犬さんのね指導が入って、それでふみちゃんに「ふみちゃん前からだって」って言って、ふみちゃんも前に来て撮り直ししたんですね。で写真を撮り終わって、じゃあ写真撮ったんで帰りますねって言ったら、またね携帯の待ち受けにでもって聞こえたんですよ。また瞬時にねふみちゃんと顔見合わせて「携帯待ち受けて」っつって、もうね大笑い。だって携帯の待ち受けなんて言葉狛犬さんが知ってるんだって思っただけでもねびっくりだし大笑いですよね。でね笑いがね収まった頃ね、また狛犬さんがね「パワーを込めておいたぞ」って言うんですよ。でまた2人で顔を見合わせて「パワー!」って言ってまた大笑い。でもねパワーを込めてくれたなんてありがたいななんて思ってたら、たくさんの人に分けてあげてねっていうのも聞こえたんですね。だからもう2人でね携帯とか待ち受けとか知ってるって何って言いながらゲラッゲラ笑いながらね、そこから帰ってきたんですけれど、で宿に帰ってパワーはどこに込められているんだろうってねみんなでね写真をね見てたんですね。だけどねいっぱい見比べてみたんですけど分かんないんですよ。でもねすっごく違和感なく狛犬の頭のど真ん中に角が生えてるのをね見つけたんです。いや待てよ、狛犬に角ないよねって。
それでね、よく見るとその角がね白く光ってるんですよ。それが私の目にはね、こう白蛇がねカッ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 ってね笑ってるみたいにね見えるんですね。だからこれかもねって言って4人の意見が一致したんです。それでたまたまね別角度で撮ってた写真もあったんで見比べて分かったんですけれど、奥の方にね小さいんですけれど双輪塔って言われるなんか五重塔みたいなものがあって、そのてっぺんにあるものがそのように光って映り込んでたっていうことが分かったんです。それはねもちろん本来光ってないし蛇のようではないから、だからそこにパワーを込めてくれたんだなっていうのは思いました。でふみちゃんがそれで後から調べてくれたんですけれど、狛犬さんの頭にあったのは双輪って言って釈迦の現在過去未来を表してて、天と地をつなぐアンテナの意味があるそうなんですね。で蛇が笑ったかのように見えてるのは宝珠の部分ということで、釈迦のぶっしゃり骨なんですけれどを収めるほか、欲しいものが思いのままに出せるっていう玉のようだと。他にもいい人生を過ごせるとか夢を叶えることができるとか、そんな意味もあるようです。これはね2019年の話ですけれど、時はあまり関係ないので、パワーを込めておいてくださったっていうその狛犬さんの気持ちがありがたいなと思うので、よかったら画面をスクショして携帯の待ち受けにでもという思いも叶えてあげてください。もし画面からできなければ、概要欄にある私のリンクツリーからブログに行って、2019年2月14日に上げている伊勢ツアーその4っていうブログがありますから、その記事の中に写真があるのでどうぞお使いください。ここはねまた行ってみて可愛い狛犬さんと話ができたらなって思う場所です。今日はそんなお話でした。ではまた。